こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは姉のノートです。これは姉のノートです。これは姉のノートです。This is my older sister's notebook. これは姉のノートです。このバスはゆっくりですね。このバスはゆっくりですね。このバスはゆっくりですね。This bus is slow, isn't it? このバスはゆっくりですね。朝7時に家を出てコンビニに寄りました。朝7時に家を出てコンビニに寄りました。朝7時に家を出てコンビニに寄りました。I left home at 7 a.m. and stopped by a convenience store. 朝7時に家を出てコンビニに寄りました。カバンのポケットに鍵があります。カバンのポケットに鍵があります。カバンのポケットに鍵があります。There is a key in the pocket of the bag. カバンのポケットに鍵があります。今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。It was hot today, so I drank a lot of water. 今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。すみません、こちらで少し待ってください。すみません、こちらで少し待ってください。すみません、こちらで少し待ってください。Excuse me, please wait here for a moment. すみません、こちらで少し待ってください。父は週末の試合に向けて走り込んでいます。父は週末の試合に向けて走り込んでいます。父は週末の試合に向けて走り込んでいます。My father is training hard for the weekend match. 父は週末の試合に向けて走り込んでいます。先生は明日の予定をお知らせになりました。先生は明日の予定をお知らせになりました。先生は明日の予定をお知らせになりました。The teacher informed us of tomorrow's schedule. 先生は明日の予定をお知らせになりました。出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。I have lost my wallet at a hotel during a business trip. 出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。I forgot to turn off the light and realized it only after I got home. 電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは姉のノートです。このバスはゆっくりですね。朝7時に家を出てコンビニに寄りました。カバンのポケットに鍵があります。今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。すみません、こちらで少し待ってください。
父は週末の試合に向けて走り込んでいます。先生は明日の予定をお知らせになりました。出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは姉のノートです。これは姉のノートです。このバスはゆっくりですね。このバスはゆっくりですね。朝7時に家を出てコンビニに寄りました。朝7時に家を出てコンビニに寄りました。カバンのポケットに鍵があります。カバンのポケットに鍵があります。今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。今日は気温が高くて水をたくさん飲みました。すみません、こちらで少し待ってください。すみません、こちらで少し待ってください。父は週末の試合に向けて走り込んでいます。父は週末の試合に向けて走り込んでいます。先生は明日の予定をお知らせになりました。先生は明日の予定をお知らせになりました。出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。出張の時、ホテルで財布をなくしたことがあります。電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。電気を消し忘れて、帰ってから気づいてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。旅行で電車を乗り間違えたことがあります。旅行で電車を乗り間違えたことがあります。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。